どうも、タイノスケです。焼き鳥を描きました。この動画では、焼き鳥の絵ができていく様子を、焼き鳥の雑学とともにお届けします。見て楽しく、聞いて、へーとなる動画になってますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。焼き鳥の主な材料といえば、鶏。鶏はいつ頃から日本にいるのでしょうか。鶏の祖先はもともと野鳥で、新石器時代末期に家畜として中国から伝来されました。鶏は飛ぶ力が弱く捕まえやすいため、飼育しやすいことが理由です。また、夜明け前に規則正しく鳴くために時計代わりにもなっていました。オスは闘争本能が強く、オス同士で激しく縄張り争いをするため、統計が娯楽になっていました。東南アジアでは、鶏の足に刃物をつけて戦わせますよね。古墳時代の遺跡からは、鶏を形取った花輪が出土しています。鶏は夜の世界から朝の世界へと人々を導く鳥であり、闇を払う力を持つと信じられていたのです。日本最古の歴史書「古事記」にも鶏に関する記述があります。岩宿に閉じこもった太陽神天照大神を再びこの世に呼び戻す役割に鶏が用いられます。永遠に続くように長く鳴く鶏の声が邪気を払い、太陽を呼ぶ霊的な力を持つと信じられていました。平安時代になると、日本では肉食が禁止になります。農耕などで人間の生活を助ける動物は食べてはいけないというのです。またその頃、日本で普及していた仏教思想にも肉食は汚れというものがあったためです。鶏やその卵も食べると地獄に落ちるとされていたほどです。しかし、野鳥は食べることが許されていました。当時の人は、キジやウズラ、スズメなどを食べており、特にキジはこの時代代表的な鶏肉でした。室町時代に入ると、鶏の串焼きが作られていましたが、これも主にキジの肉でした。江戸時代初期の料理本に焼き鳥の調理方法が記載されています。鶏肉を串に刺して塩を振ってよく焼き、醤油と酒のタレにつけて食べましょうというものです。この頃には焼き鳥の型がほぼ完成していました。ただし、この頃の焼き鳥というのは、キジやスズメなど野鳥の肉を使ったもので、特にスズメは人気でした。江戸時代に入ると、鶏が食材として使われ始めます。様々な汁物の具に使われたり、刺身や鶏飯などで食べられていました。その他には、鶏を丸のまま煮たものや、内臓を取り除いて米を詰めたものなどもありました。これらは当時南蛮人と言われた西洋人によってもたらされたものだったので、鶏肉のことを南蛮と呼ぶこともありました。チキン南蛮の名前の由来ですね。明治時代に入ると焼き鳥の屋台が登場します。ただ、鶏は当時は高価なものでした。焼き鳥の屋台で使われていた材料は、主に料理屋から出る鶏肉の切れ端や内臓で、これらを串に刺して焼いていました。焼き鳥が一般に広まったのは昭和30年代以降。アメリカから安価なブロイラーが導入されてからです。ブロイラーとは鶏の品種ではなく、短期間で飼育できるよう品種改良された若鶏のことです。そして戦後、高度成長期を迎え、
焼き鳥は一気に一般大衆化し、今や日本に欠かせない食文化に成長しました。海外でも焼き鳥という名称で広く知られています。というわけで絵ができました。今回は焼き鳥の絵ができていく様子を日本の食文化が誇る焼き鳥の歴史とともにお伝えしました。これからも日本で独自の進化を遂げている料理を紹介していきたいと思っています。他にも魚料理の絵とともに魚の雑学を紹介している動画などもありますので、ぜひもう一本見ていってくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのコメントをお待ちしています。この動画が面白かった、ためになったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。